浴室折れ戸の釣り元を移動して開き勝手を変えてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。2023年3月 DIY で一枚扉から交換した浴室の折れ戸です。扉は左側の壁に寄っているので扉の勝手は左開きにしています。この扉は結構簡単に開き勝手を変更できます。扉が右壁に寄っている場合は右に開いた方が入り口からの開放感が違います。なので今回は開き勝手を右にする実演を行ってみます。勝手変更で伴う作業を手順とともに取り付けから2年8ヶ月経った状況も含めて視聴していただきます。最後に下枠アタッチメントのパッキン取り付けも実演しています。ストッパーや上部戸車の取り外し取り付けも参考になると思います。興味のある方はどうぞ最後まで動画をご視聴ください。折れ戸の取り外し。床に扉を仮置きする養生剤を準備してから上手のように5センチほど扉を開けます。ポイントをよく見て可動側から釣り元側に向けて順に脱着レバーを下げて扉を浴室側に倒します。こちらが可動側でこちらが釣り元側です。扉を5センチほど開けます。右手で扉をしっかり掴んでから可動側を脱着レバーで外します。可動側が外れたら右手で扉を掴んだまま同様にレバーを下げて釣り元を外します。この時点で両手で扉をしっかり支えています。上に持ち上げて扉を外し準備した養生剤の上に仮置きしました。壁に当たる部分は滑らかなので養生は床のみで良いと思います。上戸車の外し方。上戸車を外すには戸車を下に押し付けながら脱着レバーを外しその後戸車を上に引き抜きます。戻すときは戸車を差し込んで下に押し付けながら脱着レバーを取り付けます。上戸車はネットでは右側左側で別売しているようですが私の製品は全く同じものでした。なので左右を入れ替える必要はなく戸車の向きを変えるだけでした。上部側面に下三角と両矢印マークが見えます。このマークは重要で説明図をよく見て向きを合わせます。浴室側から見て釣り元側は下三角可動側は両矢印に合わせます。特に釣り元側はストッパーがあるので向きを合わせないと取り付けできません。それではやってみましょう。戸車を下に押し付けながら脱着レバーを外します。レバーが外しにくいときは脇にマイナスドライバーを差し込む穴が開いているのでそれを利用します。戸車を外すには上に引き抜きますが結構硬いので少し力が必要です。外れました。右も同様に外します。外れました。そのまま戻してみます。入りました。戸車を下に押し付けながら脱着レバーを取り付けます。
戸車を差し込む時の向きはありません。穴から覗くと戸車を押し下げた時だけ脱着レバーを差し込める穴が現れます。終わりました。ストッパーの移動。図のようにストッパーを押して引き抜き、反対側の切り欠きに取り付けます。この部分を押します。左右に動かしながら引き抜きます。そのまま反対側の切り欠きに差し込みます。これで終わりです。下戸車の移動。下戸車は図のように引き抜いて左右を入れ替えるだけです。釣り元側と可動側は戸車が違うので、外して左右を入れ替えます。脱着レバーがないので引き抜くだけです。反対側も同様に外します。外したら左右を入れ替えます。釣り元側はこんな形をしています。長い方を内側に向けて取り付けます。可動側は短いので分かりやすいです。同様に差し込めば終了です。終わりました。レールの清掃。レールの清掃は扉が邪魔をして特に釣り元側がうまくできません。なのでこの機会にパッキンを外して清掃してしまいます。扉がないと一気に終わります。これできれいになりました。パッキンの取り付け。ゴムパッキンです。2年8ヶ月使ってきましたが、特に劣化は見られません。当初探してもなかったネット販売ですが、今は手に入ります。当ててみると長さが少し長いようですが、切ってはいけません。この背中のスリットを下枠の横にあるレールに押し込みます。パッキンの取り付けも扉がないとスムーズです。慣れないとレールの途中から外れたりしますが、一回経験すればできるようになります。もう少しです。終わりました。上戸車の取り付け。前述の通り、図に示した印のように上戸車を取り付けます。釣り元側は90度回して、翼室側から下三角マークが見えるような向きで取り付けます。可動側はこの向きで、同じく翼室側から両矢印が見えるように取り付けます。出来型はこのようになります。釣り元側は90度回していないとストッパーと干渉します。引き手の移動。引き手は中3の溝に入れた専用金具にねじ込んであるだけなので、ドライバー1本で移動できます。ドライバーでネジを緩めたら金具を外して反対側に移動します。移動してもネジの跡などは残りません。このようにネジを緩めたら金具と引き手を移動します。金具は90度回転させると外れるので、そのまま移動します。
金具を移動したら引き手を元のように取り付けて終了です。引き手の寸法は縦がまちにぴったりでできています。終わりました。開き勝手変更の完成。完成しました。浴室側からはよく見ないと引き手位置の違いくらいしか分かりません。左側が壁ではないので違和感がありますが、このように簡単に開き勝手が変更できます。扉の可動は開き勝手が違うだけで変わりありません。脱衣側からも同様にこの通りです。3年近く経っても戸車や扉の滑りは変わりません。吊り元側の戸車とストッパーです。可動側です。中央のラッチ調整はこれまで一度もしていません。扉の開閉はスムーズです。今のところさしたる不具合もありません。以前の一枚扉と比べれば非常に快適になりました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。